こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識や、食と健康についてなどなどお話をしております。で、前回からですね、続きでやっています納豆のお話をやっていきたいと思います。これで今日納豆の4回目になるんですけれども、納豆に含まれている、栄養成分について詳しくお話をしております。前回の動画とかですね、気になる方は、この動画のタイトル欄タップしていただきますと詳細など見ることができますので、そちらもぜひ見てみてください。でですね、今回お話しするのはこの納豆キナーゼという成分ですね。でこれ納豆キナーゼって、聞いたことがある方も多いと思うんですけども、その名の通りですね、納豆にしか含まれていない、納豆独特の成分ですね、ということになりまして、でこれどういう働きをしてくれるのかと言いますと、もうこれはここですね、血栓溶解、これになります。はい。血栓を溶解してくれるということはですね、どういうことかと言いますと、心筋梗塞とか、脳梗塞、そういった脳血管疾患ですね、そういったものの予防に役立ってくれるということなんですね。要は血流を良くしてくれる。血栓っていうのはその血液の血管のところにちょっと血栓っていうなんていうんですかね、詰まり物みたいなのができてしまって、その詰まり物によって血流の流れが悪くなって、それによってそういった脳血管疾患が出てきてしまうわけなんですけれども、それをですね、その血栓っていうなんていうんですかね、血管のこの管を塞いでしまうようなものを溶解してくれる、溶かしてくれるっていう働きがある。これが納豆キナーゼです。で、これですね、そういった心筋梗塞、脳梗塞などの予防にはとても、いいので、ぜひですね、普段から取っていただくといいんですけれども、ちょっといろいろ注意点がありまして、そこをですね、お伝えしておこうと思います。まずですね、もうまだ今その脳梗塞とか心筋梗塞にまだっていうのもおかしいですけど、なったことがない、今までなったことがないよっていう方はぜひですね、これを日々摂取していただくと予防になりますので、いいんじゃないかと思うんですけども、1回でもですね発症したことがある方についてはちょっといろいろですね注意が必要になってきます。それはなぜかと言いますとですね、まずはこの納豆キナーゼの血栓溶解能力っていうところなんですが、これものすごく強いんですね。もう本当に、パワーがある成分が入っています。で心筋梗塞とかで倒れて救急車で運ばれたりするとですね、で病院に行くとウロキナーゼっていう名前の薬を投与されるんですけれども、その、ウロキナーゼっていう薬はその血栓を、溶解してくれる薬ですよね。詰まってるところをガーッと溶かしていって血を流すようにそれを促すような、お薬なんですが、そのウロキナーゼってですね、結構高価な薬ですし、効き目もすごく即効性があったりするので、よく使われる薬なんですけれども、そのウロキナーゼっていう病院で、使われるお薬よりも納豆キナーゼ、この納豆に入っている成分ですね、納豆にもともと入っているこの納豆キナーゼという成分の方が格段に血栓溶解能力が高いわけなんですね。もうかなりもう違うということになります。なのでこれがですね、例えばその血栓を脳血栓とかですね、そういったものを1回やった方はですね、やはりその血管が弱っている状態なので、また再発しやすかったりしますよね。よくその脳梗塞再発したっていう方とかよく聞くと思うんですけども、あれ結構血管の病気って再発しやすいっていうことがあって、それはなぜかというと、その血栓とかできやすい状態になっているんですね。血管が弱っているので。なので、血栓ができやすい状態になっている方、っていうのはですね、そういう方が
このナットウキナーゼのような血栓溶解能力がスーパー強いものを、いっぱいですよ、少しなら全然いいと思うんですけど、いっぱい摂取してしまうと、もしかするとその血流がですね良くなるのはいいんだけども、良くなりすぎてちょっとこの血管のですね、この血管と血管の間にこのポコってできている血栓が、小さな血栓があるとしますね。でもこれがどんどん大きくなってくると塞がっちゃって詰まっちゃうわけなんですけども、それが、ちょっとポコと血栓ができやすくなっている人はありますよね。血栓がちょっとちっちゃいのがあるっていう状態のところに、ナットウキナーゼも大量にバーって入れていってしまうと、血流がダーッと良くなって勢いよく血が流れすぎて、その血栓がなんていうんですかね、血栓を通り抜けて血が行く前に、そこが破れちゃうみたいなことがあるそうです。これちょっと私は医療従事者ではないので定かな話ではないんですけども、そういう話をちょっと聞いたことが、あったりしてですね、その破れるっていうのはちょっと極端な例かもしれないんですけれども、やっぱりですね、その血栓ができやすい状態、血管が弱くなっている状態であまりこれを入れすぎるっていうのもちょっと心配というところがあるということなので、一旦脳梗塞とか心筋梗塞を、発症したことがある方についてはあまり大量に取りすぎない方がいいんじゃないですかということですね。はい、なのでその点注意していただくといいかなというところと、あとですね、ちょっとこちらに書いてありますけれども、その脳血管疾患の、障害が出た方とかでワーファリンっていうお薬を病院で処方されている方っていると思うんですね。で、このワーファリンっていう薬は何をしてくれるのかというと、ちょっとこれ 見づらくなっちゃったんですけども、このワーファリンっていう薬の効能としては血液の凝固抑制剤なんですね。血液が凝固するのを抑制してくれる薬ということなんですね。どういうことかというと、血液って、こうピッと切ってですね、外にそれが出てくると、いずれ空気に触れていずれ固まりますよね。あれはなぜ血液って液体なのに勝手に固まるのかっていうと、あれは、血液をこう固める働きがあるからなわけなんですね。人間の体には血液を固める、血液を凝固させるという働きがあるので、血が出てもそこで固まって、それ以上どんどん流れ出てくるってことはあまりないんで、よっぽど深く切れば別なんですけど、そういった作用があるわけなんですが、それを抑制する薬なんですね。で、なんで抑制するかっていうと、血管の中に血栓とかができてしまいやすいので、それをできないようにするために、なるべく血管の中で血が固まらないようにするために飲むお薬なわけなんですが、体の中で血管の中でその固まるっていうのを防いでくれるのはもう当然いいんですけれども、ただそれがですね、一旦何かのタイミング、何かのきっかけで怪我をしてしまって、例えばこの辺から血がジャーって出てきちゃったとしますよね。そうすると、この薬を飲んでいる人っていうのは、血液の凝固を抑制する働きが血管の中で働いているので、血が一旦出たらこれ凝固せずに止まらなくなっちゃうんですね。ダーってもう出続けちゃうっていうことがあるので、ワーファリンっていう薬を飲んでいる方はなるべくその怪我とかに気をつけなきゃいけないし、あとその歯医者さんとか行く時もこれちょっと注意が必要だと言いますよね。手術とかももちろんできません。なので、この薬を飲んでいる方は、そういったことに気をつけてねっていうふうに言われると思うんですけれどもね、そのワーファリンを飲んでいる方がですね、実は納豆を食べるのはやめてくださいっていうふうに言われることが結構あるんですね。なぜそれを言われるかということなんですが、ワーファリン飲んでいる場合、血液の
を抑制してくれます。なので、血流が良くなっているという状態なんですが、納豆を食べないでくださいって言われる理由としてはですね、この下に書いてあるこのビタミン K2 という成分なんですね。これは納豆に入っているビタミンですね。ビタミン K2 という成分が納豆には入っているわけなんですが、このビタミン K2 という成分がですね、人間の体の中に入ると何が行われるかというとですね、この上のものと全く真逆なんですね。血液凝固促進作用があります。どういうことかというと、血液が固まりやすくしてくれる。要は怪我とかした時に血が出ちゃったら、そこをすぐ早くかさぶたにしてくれるような、働きをするのがこのビタミン K2 というものなんですね。なので、この血液凝固促進する、もう早く固めてくれるような成分であるビタミン K2 がたくさん入っている納豆を食べると血液早く固めちゃうから、せっかくワーファリンを飲んで血液が凝固するのを抑制しているのに、その飲んでいるのにもかかわらず納豆を食べちゃったら、プラマイゼロになってしまいますよねっていうことで、納豆は食べないでくださいというふうに言われたりするわけなんですね。はい。わかりますかね。ワーファリン飲んで血液サラサラ、血流がいっぱい流れますっていう風になっているところに、納豆のビタミン K2 入れるとちょっと血液固めちゃうから、せっかくこれ飲んでるのに意味ないでしょっていう話になるということなんですね。はい、なので、ワーファリン飲んでる方っていうのは納豆を食べないようにしてくださいよってお医者さんから言われたりすることがあるかもしれないんですけれども、でもですね、これちょっと矛盾だなって思うところがあって、まず最初にですね、納豆には納豆キナーゼというものすごく強力な血清溶解作用がありますよっていう話をしましたよね。だけども納豆にはビタミン K2 っていう成分も入っています。でそのビタミン K2 っていうのが、血液を固める、凝固させるような働きを持っています。この2つが両方あるわけなので、血栓を溶かす作用もあれば、血液を固めるような成分も入っているというのが納豆なんですけれども、ただですね、この納豆キナーゼっていう成分は、その心筋梗塞とかになった人が病院で投与されるウロキナーゼという薬よりもはるかに血栓溶解能力が高いというふうに言われています。なのでそこをですね考えると、じゃあわざわざですねワーファリンっていう薬を飲んで血液を流れやすくして、でそれ薬飲んでるから納豆を食べないようにってするよりかは、最初からこのワーファリンを飲まずに納豆を食べた方が血栓溶解されるか、そっちの方が早いんじゃないかっていうふうに思いますよね。ちょっと矛盾してるなみたいな感じがします。これはちょっと素人考えなので、実際にですね医学とかそういう方を勉強されている方から見たら、いやいやそうじゃないからっていう反対意見があるのかもしれないんですけれども、なんとなくこの話だけ聞くと、そうじゃないのっていうふうに思ってしまいますよね。それをまたちょっと考えていくと、ただ単にこのワーファリンっていう薬を売りたいだけなんじゃないかとか、そういったこともですね、ちょっと考えてしまったりするわけなんですが、だったらですね、そのウロキナーゼっていう薬って結構高いって最初に言ったんですけども、じゃあこの納豆に入っている納豆キナーゼっていう成分を使って、じゃあ脳出血とか、脳梗塞、心筋梗塞の薬作ったらいいんじゃないのっていうのも思いますよね。ちょっと思いますよね。これが一応研究はされているそうです。これも聞いた話なので本当に真実なのかは定かではないんですけども、一応ね研究とかはされているそうです。研究されているんですけれども、なぜまだ未だにその薬として世に出てきていないかというと、それはですね、ちょっとやっぱり
納豆キナーゼのその血栓溶解能力が強すぎて、これを薬にするってことが結構難しいという話なんですね。はい、なので薬に加工するのが難しいぐらい血栓溶解能力が強いっていうのが納豆キナーゼなんですね。なので納豆っていろんなことがいろいろ言われていまして、とにかく強いっていうことが言われます。で、中でいろんな成分が強いんですけど、納豆菌自体も強いですし、いろんなところで強いわけなんですけども、今回ご説明したこの納豆キナーゼというのは血栓溶解能力がとても強いということです。なので、脳梗塞、心筋梗塞になってしまっている方とかはちょっと注意が必要ですし、ワーファリンを飲んでいる方とかですね、もうやっぱり医師の方にきちんと相談をしてから食べる量とかをですね決めた方がいいとは思うんですけれども、健康な方、特に何も問題ない方はですね、ぜひ予防としてですね、この納豆キナーゼを毎日摂取していっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。血栓溶解って、いうだけではなくてですね、血流を良くするという効果もありますので、ちょっと血流が悪くてですね、冷え性の方とか、あとはよくこの妊婦さんじゃないな、出産産後のお母さんとかでおっぱいが母乳が詰まっちゃうっていう方とかですね、そういう方とかも母乳って血液なので、それを溶解してくれる、詰まりを溶かしてくれるみたいな効果も期待できるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、授乳中のお母さんで、ちょっとおっぱいが詰まって痛くて張っちゃって辛いっていう方がいたらですね、ちょっと納豆を毎日の食事に取り入れてみてはどうかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。結構ですね、納豆について詳しく語っている、動画がありましてですね、納豆以外にも発酵食について、詳しく、いろんな説明をしている動画が、ありますので、そちらはですね、この動画のタイトル欄をタップしていただきますと詳細見ることができますので、気になるという方はぜひそちらもチェックしてみてください。ということで今回は以上になります。次回もですね、引き続き納豆についてのお話をしていきたいと思います。なので、続きが気になるという方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。